理解説2012年公開映画ベスト10必見の名作を振り返る。ねえ、マリサ、今年の映画ランキングとかって気になることない？お、それはいい話題だな。映画って年ごとに名作が生まれるから、どの年がすごかったのか振り返るのは面白いぜ。そうなのよ。2012年ってどんな映画が公開されてたか、覚えてる？ 2012年か。あの年は日本映画も海外映画も、めちゃくちゃ話題になった作品が多かった気がするぜ。特に、邦画は漫画原作やアニメ作品がヒットしてたし、洋画はアクション大作やサスペンスが人気だったな。そうなんだ。やっぱり2012年って映画界にとって特別な年だったの？うん、興行収入も高かったし、話題性抜群の作品がずらりと並んでたぜ。例えば、日本映画なら、るろうに剣心とか、テルマエロマエが大ヒットしたし、海外映画では、アベンジャーズとか、ダークナイトライジングがめちゃくちゃ盛り上がったんだ。へえ、それは楽しみ。今日は2012年に日本で公開された映画の中から、特に注目された10本をランキング形式で紹介するのね。その通りだぜ。10位から1位まで順番に振り返って、どんな作品があったのか、見どころと一緒に解説していくぞ。第10位、るろうに剣心。るろうに剣心は和月信弘の大人気漫画を実写映画化した作品だぜ。原作ファンの期待も高かったし、実写化に不安を持ってた人も多かったが、いざ公開されると大ヒットしたんだ。そうなの？実写化って成功するのが難しいってよく聞くけど、この作品はどこがすごかったの？一番のポイントはアクションシーンだな。主演の佐藤健が盾のシーンをほぼ自分で演じていて、そのスピード感と迫力が半端じゃなかったぜ。ワイヤーアクションや CG に頼りすぎず、リアルな剣撃を見せてくれたんだ。へえ、それはすごいわね。でも、るろうに剣心って、ただの剣術アクションじゃないんでしょ？その通りだぜ。物語の背景には、明治維新後の時代の流れがあって、元人斬り抜刀斎だった剣心が不殺の誓いを立て、新しい時代を生きようとする姿が描かれている。単なるアクションだけじゃなくて、ドラマ性も強いんだ。なるほど。剣心はもう人を切らないと決めてるのに、戦いに巻き込まれてしまうのね。そういうことだぜ。今回の映画では、剣心の宿敵として武田観柳が登場する。観柳は悪徳実業家で、強力な戦闘力を持つ同人絵を雇って剣心に挑んでくるんだ。剣心がどう戦い、どうやって過去と向き合っていくのかが見どころの一つだな。確かに、それは見応えがありそう。でも、アクションだけじゃなくて、キャストの演技も重要よね。もちろんだぜ。佐藤健の剣心はもちろん、武井咲演じる神谷薫、青木宗隆の相良佐之助、蒼井優の高荷恵、そして吉川晃司の同人絵まで。キャスト陣の演技も見どころ満載だった。特に吉川晃司の同人絵は、原作の冷酷な雰囲気を完璧に再現していて、怖さが際立ってたぜ。キャストの演技もすごいなら、実写化成功って言われるのも納得ね。そうだな。原作のファンも、新しく映画を見た人も楽しめる完成度の高い作品だったぜ。るろうに剣心の世界観を見事に実写で表現した記念すべき一本だな。第9位、アルゴ。おお、これは実話を元にしたスリリングなサスペンス映画だな。監督主演を務めたのはベン・アフレック。彼の映画監督としての手腕が評価され、アカデミー賞でも作品賞を受賞したんだぜ。実話が元になってるの？どんな話なの？1979年にイランで起きたアメリカ大使館人質事件が題材になってるんだ。イラン革命の影響でアメリカ大使館が占拠され、50人以上が人質になったんだけど、その中で6人だけが脱出に成功して、カナダ大使の家にかくまわれることになったんだ。でもそれって、すぐ見つかっちゃいそうじゃない？その通り。だから CIA が極秘の救出作戦を立てたんだよ。主人公の CIA 工作員トニー・メンデスが、6人を救い出すために考えた作戦が、なんと架空の映画制作をでっち上げるっていう大胆なアイデアだったんだぜ。映画を作るふりをして人を助けるの。それって本当にうまくいくの？
そこがこの映画の一番の見どころなんだ。CIA は偽の映画、アルゴを作ることにして、ちゃんとハリウッドのプロデューサーを巻き込み、脚本、ポスター、宣伝まで用意した。トニーは映画のロケ班を装ってイランに入国し、6人に映画スタッフとしての偽造パスポートを渡して脱出させようとするんだ。映画の制作チームに変装して脱出するなんて、まるで本当に映画みたいな話ね。そうなんだ。しかも実際の作戦は緊張感が凄まじくて、ちょっとしたミスで全員処刑される可能性もあった。特に空港での脱出シーンはハラハラする展開が続くんだ。それはドキドキしちゃうわね。俳優たちの演技はどうだったの？ベン・アフレックはもちろんだけど、脇を固める俳優陣もすごいぞ。CIA の偽装作戦に協力するハリウッドの映画プロデューサー役のジョン・グッドマンや、ベテランメイクアップアーティスト役のアラン・アーキンがいい味を出してたんだ。特にアーキンのハリウッドの仕事は信用できないって皮肉っぽいセリフは、笑いながらもリアリティを感じるポイントだったな。なるほど。スリル満点の脱出劇だけど、ハリウッドの映画業界も絡んでるから、皮肉が効いたユーモアもあるのね。そうだな。政治的な背景やスパイ活動のシリアスな部分も描かれてるけど、映画業界の裏側をコミカルに描く場面もあって、バランスが絶妙なんだよ。実話を元にしてるからこそ、よりリアルで迫力があるんだね。これは見てみたいかも。第8位、のぼうの城。のぼうの城は戦国時代を舞台にした歴史映画だな。成田長親という実在の武将を描いた作品で、原作は和田龍の同名小説だぜ。歴史ものなのね。でも、のぼうってどういう意味？のぼうっていうのは、デクの棒の棒から来てるんだ。主人公の成田長親は城主の跡取りなんだけど、のんびりしてて家臣や領民からはデクの棒って呼ばれてたんだぜ。それで大丈夫なの？戦国時代って戦が多い時代でしょ？そうなんだ。でも、こののぼう様こと成田長親は、戦になると意外な才能を発揮するんだぜ。舞台は豊臣秀吉の天下統一戦の一つ、1590年の小田原征伐の時、秀吉の命を受けた石田三成が、2万もの大軍を率いて人情を攻めることになる。2万の大軍。それってもう絶対勝てないんじゃないの？普通はそう思うよな。でも、成田長親は違った。戦うか降伏するかで迷う家臣たちを前にして、長親は戦ってみせようと決断するんだ。デクの棒って言われてたのに、そんな大胆な決断をしちゃうの？そうだぜ。しかも戦い方も独特だった。正攻法じゃなくて、農民たちと協力して泥の中で戦う水攻めに対抗したり、奇策を駆使して敵を翻弄したりするんだ。実は、史実としてもこの戦は豊臣軍唯一の敗北とも言われているんだぜ。そんなにすごい戦いだったのね。それにしても、主演の成田長親役って誰が演じてたの？野村萬斎だぜ。狂言師としても有名だけど、この映画では独特の存在感とユーモアを交えた演技が話題になったんだ。他にも佐藤浩市が家臣の正木丹波役、榮倉奈々が海姫役、山口智光が豪快な武将柴崎泉の神役を演じていて、豪華キャストが揃ってたな。歴史映画って堅苦しいイメージがあるけど、ちょっとユーモアもあるなら楽しめそう。そうなんだよ。ただの戦争映画じゃなくて、人間ドラマや戦国のリアルな戦術も描かれてるから、歴史に詳しくなくても十分楽しめる一本だぜ。じゃあ、戦国時代の知識がなくても大丈夫そうね。興味が湧いてきたわ。戦国時代の戦術や城攻めのリアルさ、そしてユーモアと人間ドラマが絶妙に組み合わさった作品だから、ぜひチェックしてみてくれよな。第7位、バイオハザード5リトリビューション。来たか。バイオハザードシリーズの第5作目だな。カプコンの大人気ゲームを原作にしたアクションホラー映画で、主演はおなじみのミラ・ジョボビッチ。今回もバリバリのアクションが見どころだぜ。シリーズものってことは、前作からの続きなのね。どんなストーリーなの？前作のバイオハザード4アフターライフのラストで、主人公のアリスたちは巨大企業アンブレラ社の艦隊に襲撃されて大ピンチになったんだ。その続きから始まるんだぜ。そんな状況からどうやって脱出するの？
アリスはアンブレラ社に捕まって、北極の地下にある研究施設アンブレラプライムで目を覚ますんだ。ここは仮想空間みたいな施設で、都市ごとウイルス感染のシミュレーションを行ってる場所なんだよ。で、そこから脱出しようとするのが今回の物語の軸になってるんだ。なるほど。でもそれって、ただの脱出劇じゃないの？いや、それだけじゃなくて、過去のキャラクターも登場するのが面白いポイントなんだ。特に、ゲームのファンにとって嬉しいのは、レオン・エス・ケネディやエイダ・ウォンが実写で登場することだな。レオンはゲームでは超人気キャラだから、彼の登場でめちゃくちゃ盛り上がったんだぜ。レオンとエイダ、それはファンにはたまらない展開ね。そうそう。しかも、今まで死んだと思われてたキャラもクローンとして復活してくるんだ。ジル・バレンタインも敵として登場して、アリスと戦うシーンはかなり熱かったぜ。ジルって前は味方だったよね？どうして敵になっちゃったの？それがアンブレラ社の洗脳技術によるものなんだよ。ジルはスカラベっていう特殊な装置を胸につけられて、アンブレラの命令通りに動くようになってしまってるんだ。だからアリスはジルと戦わなくちゃいけないってわけさ。うわぁ、それは辛い展開ね。アリスはどうやって戦うの？もちろん、今回も超人的なアクションが炸裂するぜ。スローモーションを駆使した格闘戦や、ゾンビや怪物たちとの戦闘シーンが盛りだくさんだ。特に、モスクワのシーンでラスプラガスに感染したゾンビ兵が出てくるんだけど、めちゃくちゃ強敵で見応えバッチリだぜ。アクションとホラーが混ざった作品なのね。でも、バイオハザードって映画としての評価はどうなの？シリーズを追ってるファンにはアクション満載で楽しめるけど、ストーリーはちょっと高等無形だって言われることもあるな。ただ、ゲームのファンならレオンやエイダの登場だけでも十分見る価値はあるぜ。ふむふむ。ストーリーよりもアクションとキャラクターの魅力を楽しむ映画って感じね。第6位、レ・ミゼラブル。これはビクトル・ユーゴーの名作小説を原作にしたミュージカル映画だな。19世紀のフランスを舞台に、愛と革命のドラマが繰り広げられる壮大な作品だぜ。ミュージカル映画なんだ？あまり詳しくないんだけど、どんなストーリーなの？物語の中心は、主人公のジャン・バルジャンの人生だな。彼はたったパン一つを盗んだ罪で19年間も投獄され、出所後も社会から冷たく扱われる。でも、一人の司教の善意によって改心して、新しい人生を歩もうとするんだ。19年間も。それは辛すぎるわね。でも、改心したなら幸せになれそうじゃない？いや、そこがこの作品のドラマチックなところなんだ。彼を執拗に追い続ける警察官ジャベールがいて、どこに行っても逃げられない運命なんだよ。バルジャンは新しい人生を歩もうとするんだけど、ジャベールとの対立は一生続いてしまうんだ。それは重い話ね。でも、それだけじゃなくて革命もテーマになってるの？そうなんだ。物語の後半では、フランス7月革命の余波を受けた若者たちが自由を求めて戦うんだ。バルジャンも運命に導かれるように、革命の中で若者たちと関わっていく。そこに、孤児の少女コゼットや、革命家マリウスとのロマンスも絡んでくるんだぜ。なるほど。個人の人生だけじゃなくて、時代そのものが大きく動いていく話なのね。そうそう。そして、この映画の一番の特徴は、全編ミュージカル形式で進むってことだな。俳優たちが実際に撮影中に歌いながら演じるライブシンギング方式を採用してるんだ。普通のミュージカル映画って、歌の部分は事前に録音しておくんじゃないの？そうなんだけど、この作品はリアルな感情を出すために、撮影現場で実際に歌いながら演技してるんだ。そのおかげで、歌と演技が完全にシンクロして、より感動的になってるぜ。それはすごいわね。俳優たちも大変だったでしょう？間違いないな。主演のヒュー・ジャックマンは、バルジャン役のために体重を大幅に減量してから撮影に臨んだし、アン・ハサウェイはファンティーヌ役のために髪を実際に切るシーンを演じて、本当にボロボロになりながら歌い上げたんだ。アン・ハサウェイって、この作品でアカデミー賞を取ったんじゃなかった？そうだぜ。助演女優賞を受賞したんだ。夢破れて、アイドリーンドアドリームを泣きながら歌うシーンは、本当に心に刺さる名場面だな。ただのミュージカル映画じゃなくて、
役者の熱演と感動的なストーリーが合わさった傑作なのね。その通り、人間の苦しみや希望、愛と革命が壮大なスケールで描かれた感動作だから、まだ見てないなら絶対おすすめだぜ。第5位、狼子供の雨と雪。来たな。これは細田守監督によるアニメ映画で、親子の絆を描いた感動作だぜ。時をかける少女やサマーウォーズに続く細田作品として、大ヒットしたんだ。タイトルからしてファンタジーっぽい感じがするけど、どんな話なの？主人公は花っていう女性なんだけど、彼女はある日、一人の男性と恋に落ちるんだ。でも、その男性は実は狼男だったんだよ。狼男って、つまり人間じゃないってこと？そうだぜ。でも、二人は本当に愛し合って、やがて雨と雪という二人の子供を授かるんだ。この子たちは狼子供として生まれてきたんだよ。狼子供。ってことは、普通の子供とは違うの？そう。彼らは人間の姿と狼の姿を自由に変えられるんだ。でも、人間社会で生きていくには、その能力が目立たないようにしないといけない。花は彼らを育てるために都会を離れて、自然の中で暮らすことを決意するんだ。母親が一人で子供たちを育てるって、すごく大変そうね。そこがこの映画の見どころなんだ。花は試行錯誤しながら子育てを頑張るんだけど、雨と雪は次第に人間として生きるか狼として生きるかという選択を迫られていくんだ。それって、二人の子供は同じ道を選ぶの？いや、そこがポイントなんだよ。姉の雪は最初は狼の姿を楽しんでたんだけど、次第に人間として生きることを選ぶようになる。一方、弟の雨は逆で、最初は怖がりで人間の世界に馴染もうとするけど、やがて狼として生きる道を選ぶんだ。なるほど。同じ狼子供でも、それぞれ違う道を選ぶのね。それを見守る花は、どう感じるんだろう？花は母親として、どんな選択をしても子供たちを愛し、受け入れるんだ。その無償の愛がこの映画の一番のテーマだぜ。それって、親としてはすごく難しいことよね。でも、子供の成長を見守るってそういうことなのかも。まさにその通りだな。映像の美しさも細田守作品ならではで、特に四季の移り変わりや田舎の自然がリアルに描かれていて、映画全体が温かみのある雰囲気に包まれてるんだ。感動的なストーリーに、美しい映像。これは見たら絶対泣いちゃいそう。間違いないぜ。親子の絆や成長、そして選択の大切さを描いた名作だから、ぜひ見てほしい一本だな。第4位、アベンジャーズ。これはマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の集大成とも言える作品だぜ。これまでに単独映画で活躍してきたヒーローたちが、一堂に会する夢のチームアップ映画だ。マーベル映画っていっぱいあるけど、具体的にどのヒーローが出てくるの？まずはアイアンマンことトニー・スターク、超人兵士のキャプテンアメリカ、雷神ソー、それからオコルト超パワーを発揮するハルク、加えて、ブラックウィドウとホークアイも参戦するぜ。おお、豪華な顔ぶれね。でも、そんなヒーローたちが一緒に戦うってことは、それだけヤバい敵が出てくるってこと？そうなんだよ。今回の敵は、ソーの弟であるロキだ。彼が地球を征服するために宇宙の軍勢チタウリを引き連れて襲いかかってくるんだ。それってヒーローたちがいなかったら、地球は終わっちゃうレベルのピンチじゃない？まさにそうだぜ。でも、最初はヒーローたちもバラバラで、チームとして機能しないんだ。アイアンマンとキャプテンアメリカが意見の違いで対立したり、ハルクが暴走したりして、団結するまでが一筋縄ではいかないんだよ。なるほど。最初から完璧なチームじゃないのね。どうやってまとまっていくの？彼らが本当のチームになるきっかけは、ある事件なんだ。それが、シールドのエージェント、フィル・コールソンの死だ。フィルって、ずっとシリーズに出てたあの優秀なエージェント？そうだ。彼の死が、バラバラだったヒーローたちを一つにするんだよ。そして、ニューヨークに侵攻してきたロキとチタウリ軍との最終決戦が始まるんだ。その戦い、絶対すごいでしょ。どんな感じなの？ニューヨークの街中で、アイアンマンは空を飛び回りながら敵を迎撃。
キャプテンアメリカは市民を守りながら戦い、ハルクは暴れまくる。ソーは雷を操って敵を吹き飛ばし、ブラックウィドウとホークアイはスピードとテクニックで敵を倒していくんだ。うわぁ、それぞれの能力を活かした戦いになってるのね。そうなんだよ。そして、この映画の名シーンといえば、ヒーローたちがエンジンを組んで立ち向かうシーン。あれは鳥肌ものだぜ。確かに、映画史に残るかっこいいシーンよね。結局、ロキはどうなるの？最終的に、ハルクがロキをボコボコにするシーンが最高なんだよな。神だぞ、テーバルロキを、ハルクが床に叩きつけまくるんだ。あのシーン、思い出しただけで笑えるわね。まさにアクションとユーモアのバランスが絶妙な映画だぜ。MCU の中でも特に人気が高い作品だから、見逃せない一本だな。第3位、ダークナイト、ライジング。これはクリストファー・ノーラン監督によるバットマン3部作の完結編だぜ。バットマンビギンズ、ダークナイトに続く壮大なストーリーの締めくくりとして、ファンからも絶賛された作品だな。バットマンって、スーパーヒーローものだけど、ノーラン版ってかなりダークな雰囲気なのよね。そうだぜ。このシリーズはリアル思考が特徴で、ヒーロー映画というよりクライムサスペンスに近い。特に今作は、バットマンが最大の敵と戦うだけじゃなく、自身の限界に直面する話なんだ。最大の敵、ジョーカーよりも強い相手が出てくるの？そう、それが今回のヴィランベインだ。演じるのはトム・ハーディ。ジョーカーは狂気と知能で戦う敵だったけど、ベインは圧倒的な肉体とカリスマ性を持った戦士だぜ。バットマンを真正面から打ちのめすほどの強敵なんだ。バットマンが負けちゃうの？そうなんだ。しかも今回はただの敗北じゃなくて、ベインに背骨を折られてしまうんだよ。バットマンはゴッサムを守るヒーローなのに、無力になってしまう。そんな、バットマンが戦えなくなったら、ゴッサムはどうなっちゃうの？ベインはゴッサムを完全に支配して、街を孤立させるんだ。核爆弾を利用して市民を恐怖で支配し、警察も無力化。まさに無法地帯になる。それってもう絶望的な状況じゃない？だからこそ、この映画のテーマが際立つんだ。バットマンはただのヒーローじゃなくて、絶望の中で立ち上がる存在なんだよ。背骨を折られて幽閉されても、彼は決して諦めない。そして、壮絶なリハビリを乗り越えて、再びゴッサムに戻るんだ。なるほど。ヒーローがどん底から立ち上がるのがこの映画の見どころなのね。そうだぜ。そしてバットマンは最後の戦いに挑む。キャットウーマンことセリーナ・カイルや、刑事のジョン・ブレイクも協力して、ベインの支配から街を取り戻そうとするんだ。キャットウーマンって敵なの？味方なの？そこが面白いところだな。彼女は基本的に自分の利益のために動くけど、最終的にはバットマンと共に戦うんだ。そして、最後の最後である重要な決断を下すことになる。バットマンのラストバトルって、どうなるの？詳しくは言わないけど、この映画のクライマックスは衝撃的な展開が待ってるぜ。バットマンの最後がどうなるのか、見た人によって解釈が分かれる結末になってるんだよ。そんなの、気になっちゃうじゃない。これは絶対見るしかないわね。間違いないぜ。圧倒的な映像美と深いストーリー。そしてバットマンの壮絶な戦いを描いたダークナイトライジングは、まさに最高の完結編だ。第2位、テルマエ、ロマエ。これは山崎まりの人気漫画を実写映画化した作品で、古代ローマと現代日本のお風呂文化が交錯するコメディ映画だぜ。お風呂がテーマの映画なの？そうなんだよ。主人公は古代ローマの浴場設計士、ルシウス・モデスプス。彼は風呂の設計に悩んでいる時に、なぜか突然現代日本にタイムスリップしちゃうんだ。そんなに突拍もない話なの？そう見えるかもしれないけど、これがめちゃくちゃ面白いんだ。ルシウスは日本の銭湯や温泉を見て、驚きながらも、これはローマに活かせる、って発想するんだよ。そして、現代日本で学んだ技術をローマに持ち帰って、画期的な浴場を作り上げるんだ。なるほど。現代と古代がつながるわけね。でも、ローマ人が日本の風呂文化を見たらびっくりするでしょう？まさにそれがギャグの肝だぜ。ルシウスは日本のシャワーやジェットバス、
温泉のマナーなんかに驚愕しまくるんだ。しかも彼を演じたのは阿部寛。この濃い顔と真剣な演技が、逆にギャグとして最高にハマってたな。阿部寛の演技って、シリアスなシーンでもなんか笑えるのよね。そうなんだよ。彼が日本の技術を見て、これはローマにない。素晴らしい、って感動する姿が、妙に説得力があって爆笑ものなんだ。でも、それって単なるギャグ映画なの？いやいや、意外と歴史ものとしても面白いんだ。ローマの浴場文化や、日本の温泉文化の違いがしっかり描かれてるし、物語にはローマ皇帝や陰謀なんかも絡んでくる。単なるコメディだけじゃなく、歴史好きにも楽しめる作品になってるんだぜ。それなら歴史に興味がなくても面白く見られそう。そうだな。あと、この映画のユニークなところは、日本人キャストが平たい顔族って設定で登場するところだな。ローマ人のルシウスから見たら、日本人の顔はすごく平たいってことで、北村一輝や宍戸海みたいな濃い顔の俳優ばっかりローマ人役になってるんだ。ちょっと待って。そんな配役の決め方あるの？あるんだよ。このキャスティングの妙がまた笑いを生んでるんだ。ちなみに、ヒロイン役は上戸彩で、彼女がルシウスと関わることで物語も大きく動いていくんだぜ。なるほど。コメディだけどストーリーもちゃんとあるのね。そうそう。そして映画のラストには、まさかの感動展開も待ってるんだ。このバカバカしくも熱い映画、ぜひ見てほしい一本だぜ。第1位、ブレイブは初、海猿。来たか。海上保安官たちの活躍を描いた大人気シリーズ、海猿の完結編だな。シリーズ最終作にふさわしいスケールの大きな作品で、観客の心を熱くさせたんだぜ。海上保安官が主人公の映画なんだね。でも、このシリーズってもともとどういう話なの？海猿は、海上保安庁の潜水士たちの訓練や任務をリアルに描いた作品だな。主人公の千崎大輔は、海難事故や救助活動を通じて成長していく。シリーズが進むごとに、仲間との絆や命の重みを考えさせられるストーリーになってるんだ。なるほど。じゃあ、今回のブレイブハーツでは、どんな事件が起こるの？今回のミッションは、旅客機の墜落事故だぜ。羽田発のジャンボジェット機がエンジントラブルを起こして東京湾に緊急着水するんだ。千崎たちは、機体が沈む前に乗客を救出しようとするんだけど、悪天候や燃料漏れといった数々の困難が立ちはだかる。それって時間との勝負じゃない。めちゃくちゃ緊迫した展開になりそう。その通りだぜ。飛行機が沈むまでのカウントダウンが進む中、千崎たちは命を懸けて救助活動を続ける。特に、機内に取り残された女性キャビンアテンダントを助けるシーンは、手に汗握る展開になってるんだ。それって、もしかして、ただのアクション映画じゃなくて、人間ドラマとしても熱いんじゃない？その通り、千崎とバディを組む後輩の吉岡哲也との絆も見どころの一つだな。彼らは数々のミッションを乗り越えてきたけど、今回の救助作戦は今までで最も危険なものになる。自分の命を犠牲にしてでも人を助けるという、海上保安官の使命感が伝わってくるぜ。それはもう、泣ける展開になりそうね。実際に映画を見た人たちの評価はどうだったの？かなり高評価だったぜ。海猿シリーズの集大成として、アクションもドラマも見応え抜群。興行収入も50億円を超える大ヒットになったんだ。50億円。それって、ものすごい人気だったのね。そうなんだよ。シリーズを通して千崎の成長を見てきたファンにとっては、この映画での彼の決断や覚悟が、より一層胸に響くんだ。そして、ラストには感動のクライマックスが待ってる。救助のスリルだけじゃなくて、仲間との絆や人命救助の尊さを描いた作品なのね。その通り、最後の最後までハラハラドキドキの展開が続いて、感動の涙なしには見られない作品だぜ。総評、まとめ。さて、2012年に日本で公開された映画ベスト10を振り返ってきたけど、こうして見ると本当に名作揃いだったわね。そうだな。アクション、ドラマ、歴史、ミュージカル、コメディまで、
様々なジャンルの映画がランクインしてたぜ。どの作品も、それぞれの魅力があって、今見ても色褪せない名作ばかりだったな。特にアベンジャーズやダークナイトライジングみたいな海外の大作は、映画界全体の流れを変えるようなインパクトがあったんじゃない？そうだな。ヒーロー映画の人気が爆発的に高まった年でもあったし、日本映画もテルマエロマエやルローニケンシンのような、邦画の新しい可能性を見せてくれた作品が多かった。そして、何よりブレイブハーツ海猿みたいな、リアルな人間ドラマを描いた作品も大ヒットしてたのが印象的ね。2012年は、エンタメ性の強い作品から、感動のヒューマンドラマまで、幅広い映画が観客の心を掴んだ年だったと思うぜ。映画って、その時代の空気や文化を映す鏡みたいなものだから、こうして振り返ると面白いわね。そうだな。こういうランキングを振り返ることで、映画の魅力を再発見できるのも楽しいぜ。それじゃあ、次はどの年の映画を振り返ろうかしら？いいな。また面白い映画をたくさん紹介していこうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。